第9話、もう一杯。うどん県は奥深いな。ハッシュタグの秘密。香川県の道の駅で迎えた朝。秀夫と諭吉は、快適な車内での目覚めを迎えた。外には、穏やかな瀬戸内の空が広がっている。おはよう、諭吉。よく眠れたか？にゃあ。秀夫、おはようにゃん。海の匂いがするにゃあ。諭吉は、窓の外に広がる青い海を見て、ご機嫌だ。簡単な朝食を済ませ、身支度を整える。今日のミッションも、もちろん、うどん調査隊の活動だ。香川県には、まだまだたくさんの、美味しいおうどん屋さんがあるはずだ。秀夫は、事前に調べておいた。昨日のお店とは少し違うタイプのおうどん屋さんを目指すことにした。今度は、セルフではなく、座って注文できるタイプのお店だ。ピクシスメガのブラウン君は、香川県内の道を走る。途中、大きなため池がたくさんあるのに気づいた。香川県は水不足になりやすい地域のため、農業用水を確保するため池が多いのだと、秀夫は昔テレビで見た知識を思い出した。広がる田園風景と点在するため池。これも香川県らしい景色だ。目的のおうどん屋さんに到着。こちらも地元の人や観光客でにぎわっている。店内に入り、テーブル席に案内された。メニューを見る。かけうどん、ぶっかけうどん、ざるうどん。昨日とは違うおうどんに挑戦したい。よし、今日はぶっかけうどん、冷やにしてみようかな。暑くもなく寒くもない。今日の気候にぴったりだ。注文を終え、おうどんが来るのを待つ間、秀夫はスマホを取り出した。そうだ、写真を撮る練習をしないと。昨日、諭吉先生からインスタ映えについて教わったばかりだ。うどんの写真でインスタ映えか。どんな写真がええんやろう。秀夫は自分のスマホで昨日撮ったおうどんの写真を見返した。やっぱり、なんかパッとしないな。秀夫、写真撮る準備にゃんか？諭吉がテーブルの上に置いてあった秀夫のスマホに興味を示した。おう、諭吉、どうやったら美味しそうに撮れるんや？諭吉はスマホの画面を覗き込み、ふむふむとうなずいた。にゃあ、その話は今日のインスタ講座で詳しく教えるにゃん。でも、ワンポイントだけヒントにゃん。光が大事にゃん。自然の光が入る場所で撮ると、美味しそうに見えやすいにゃん。光か。なるほどな。秀夫は、窓からの光が当たるように、おうどんが来たら位置を調整してみようと思った。ほどなくして、ぶっかけうどんが運ばれてきた。薬味、ネギ、生姜、大根おろしなどがきれいに盛り付けられている。そして、麺のつやがすごい。おお、きれいな盛り付けやな。これも、インスタ映え要素だ。秀夫は、諭吉のヒントを思い出し、窓からの光が当たるように丼の位置を少しずらした。そして、スマホで写真を撮る。麺を少し持ち上げて、ツヤ感を出すように撮ってみる。よし、さっきよりはマシになった気がする。いただきます。つゆをぶっかけて、よく混ぜる。そして、おうどんをすする。うんまあ。ひんやりもちもちの麺に、甘めのつゆが絡んで最高だ。昨日食べたかけうどんとは、また違う美味しさだ。コシがあるのに、喉越しがいい。天ぷらを別で注文している人もいるけれど、今回はうどんそのものを味わいたかった。ネギの風味、生姜のピリッとした辛さ、大根おろしの爽やかさ、それらが、おうどんとつゆに絶妙にマッチしている。あっという間に完食。あ、美味しかった。ぶっかけうどんも最高やな。2軒目のおうどん調査も大成功だった。おうどん屋さんを出て、次は少し観光をすることにした。秀夫は、香川県らしい景色が見たいと思った。スマホで調べて、ため池の近くにある、少し小高い丘に登れる場所を見つけた。そこからは、広がる田園風景と、点在するたくさんのため池が見えるらしい。
ピクシスメガを駐車場に停め、秀夫と諭吉は丘を登る。諭吉は、初めての場所で少し緊張しているようだが、秀夫が抱っこ紐に入れてあげると、落ち着いて周りを見ている。丘の上からの眺めは、まさに絶景だった。緑の絨毯のような田んぼ、その間に、キラキラと光るため池の水面、遠くには、瀬戸内海と島々が見える。おお、すごい景色やな。これが香川県の風景か。秀夫は感動した。秀夫、ここ、きれいにゃん。写真撮るにゃん。諭吉が、秀夫の首元で興奮したように言った。そうだな。これこそ、インスタ映えだな。秀夫は、諭吉と一緒に景色を背景に、何枚か写真を撮った。諭吉を抱っこしたまま撮るのは少し難しかったが、満足のいく写真が何枚か撮れた気がした。夕方になり、今日の車中泊地、香川県内の道の駅に到着した。寝床の準備を終え、ほっと一息ついた頃、さあ、秀夫、今日のインスタ講座の時間にゃん。諭吉先生が、準備万端といった様子で言った。今日もあるのか。ちょっと休憩したかったんだけど、秀夫は、少しだけ億劫そうな顔をした。ためにゃん。インスタは、毎日コツコツ練習するのが大事にゃん。今日のテーマは、ハッシュタグの付け方にゃん。にゃん。諭吉は、秀夫のスマホの画面を指さした。秀夫、さっきおうどんの写真とか、景色の写真とか撮ったにゃんか。おう、撮ったで。よし、写真をインスタグラムに投稿するとき、キャプションっていう文章を書く欄があるにゃん。そこに、シャープ記号をつけた、ハッシュタグっていうのを書き込むにゃん。ハッシュタグ？秀夫は、初めて聞く言葉に首をかしげた。ハッシュタグはね、例えるなら、本のしおりみたいなものにゃん。その写真が、どんな写真なのかを教えてあげる目印にゃん。諭吉は、わかりやすく例えてくれた。例えば、今日のおうどんの写真なら、香川うどん、さぬきうどん、うどん巡りとかにゃん。他にも、おいしいとか、グルメ旅とかもいいにゃんね。なるほどな。そのハッシュタグで検索したら、同じような写真が見れるってことか。そうにゃん。写真を探している人が、そのハッシュタグを見て、秀夫の写真を見つけやすくなるにゃん。車中泊、猫と旅行、ピクシスメガとか、旅に関係するハッシュタグもたくさんあるにゃん。諭吉は、次々とハッシュタグの例を挙げた。今日行った場所の名前も大事にゃん。祖谷渓とか、かずら橋とか、鳴門の渦潮とか、行った場所の名前をハッシュタグにすると、同じ場所に行った人や、行ってみたい人が写真を見てくれるにゃん。おう、そうか、地名とか名前か、それはわかりやすいな。今日の宿題にゃん。今日撮った写真に、諭吉先生が教えたハッシュタグをいくつか考えてみるにゃん。最初から難しく考えなくていいにゃん。写真に関係ある言葉に、とりあえずシャープをつけてみるにゃん。シャープか。携帯でどうやって出すんだ？秀夫は、早くもスマホの操作に戸惑っている。慣れないスマホの画面を指でなぞり、記号キーを探している。秀夫、頑張るにゃん。わからなかったら、また明日聞くにゃん。諭吉は、先生らしくエールを送った。こうして、秀夫のインスタグラマーへの道は、ハッシュタグという新たな壁にぶつかった。でも、諭吉先生の指導と、美味しいうどんパワーがあれば、きっと乗り越えられるはずだ。香川県の道の駅で迎える2度目の夜、秀夫は、スマホを片手に、ハッシュタグの付け方と格闘するのだった。明日も、新しい発見と、インスタ映えする景色が待っているだろにゃあ、次の旅も僕と一緒に楽しみたい人は、チャンネル登録するにゃ。